こんにちは、ゆうです。今日は前回ご紹介した石造りの道で使ったマイゲザのメイキングをご紹介します。階段と石のプレート2種類撮影して自分なりの作り方を解説しています。少しでもマイゲザを作られる方の参考になりましたら幸いです。さて、メイキングに行く前に前回ご紹介しきれなかったデザインを見ていただきたいと思います。ちょっとしたレイアウト例も作りましたので、よかったら試してみてください。ご紹介しそびれたのはストーンプレートのパーツなのですが、実際にマイゲザを敷きながらご紹介したいと思います。まずは前回ご紹介した左右の縦のラインに使えるパーツを敷いていきます。そしてこの2つのラインをエンボスパーツかノーマルパーツでつないでいきます。手前の角にはそのままこのパーツを使うことができるのですが、奥のパーツはまた別にご用意をしていました。このストーンプレートレフト B というパーツが左の奥の角になります。そしてストーンプレートライト B というパーツが右の奥のパーツになります。この2つのパーツを使うことでこんな風にフレームのような形を作ることができます。前回の動画の時点でもうすでに配布はしていたのですが、ちゃんとご紹介ができていなかったので、この場でご紹介をさせていただきます。ストーンプレートでフレームを作って、その内側をお好きなタイルやしまくりの地面で埋め尽くしてあげると、こんな風にちょっとしたステージのような形になります。この小さなステージをさらに装飾してみます。ストーンプレートの周りに階段をつけて、エンボスタイプのストーンプレートを追加します。このままだとかなりのっぺりしているので、やっぱりプレートの上に生垣や柵を立ててあげると、より立体感が出てマイゲザも生きてくるかなと思います。ちょっとした展望スペースにしてみたり、この上にベンチなどを置いて休憩スペースにするのもいいかなと思います。もう枠がいっぱいで角のパーツを使いたくないという方は、こんな風に角に低木を植えてしまうのもいいかもしれません。中央に普通に広葉樹や針葉樹を植えるのもなかなかかっこいいと思います。またこんな風に彫刻アイテムを置くのもかっこいいです。これは美しい彫刻の下にストーンプレートのマイゲザを敷いて土台にしています。そしてブラウンのひし形の床のデザインを今回追加しています。古い色づいた大理石のタイルでマーブルストーンタイルと名前を付けました。よかったらこちらも使ってみてください。次はマイゲザのメイキングを見ていきましょう。まずは石の階段のメイキングをご紹介します。今回使った色はこちらです。思いつくままに色を作ったので順番はぐちゃぐちゃですが、ベージュ系のグラデーションになるように色を作りました。赤くなっているカラーパレットは後で確認した時に使っていないことが分かったので、分かりやすいように赤い色に変更をしています。ちょっとベージュのグラデーションのカラーパレットを見てみます。基本は左から3番目のオレンジ色に色合いを合わせ、鮮やかさや明るさを少しずつ変えてグラデーションを作っています。
さらに微妙な変化のある色をもう少し作りたかったので、一つずらしたこちらのオレンジ色でも微妙なベージュを作って使っています。暗い色は濃いオレンジ、明るい色は黄色に近い薄いオレンジを使うように使い分けています。黄色は他の色よりも明るいトーンで、どちらかというと白に近い色味なので、ハイライトの白をなじませる時に使うといいかなと思います。それでは明るめのベージュで全体を塗りつぶして段差を描いていきます。一番上のラインは大きな段差ではなく、石のブロックで作った境界線です。ブロックの厚さを表現するために2マス幅で影のラインを描いていきます。この下に来る階段の高さと同じくらいの高さをイメージしています。そして1段目の階段の影を4マス幅で描いていきます。最後は2段目の影、こちらは5マス幅で描いていきます。影の部分を塗りつぶすとざっくりとした階段の形が見えてきました。2段目の影を1マス分高くしているのは、実際に地面に敷いた時に一番手前に来る段差を大きく描くことで遠近感が出るかなと思ってやってみました。ちょっと比較用に透過色を使って2段目の段差を減らしたデザインを作ってみました。全体シフトで下にずらし、手前の位置を合わせています。このデザインともともと作っていたデザインを並べて比較してみたいと思います。これは本当に微妙な違いなのですが、左の階段の方が全体に潰れて見えて、階段の傾斜が緩く感じました。こういった表現方法は人それぞれだと思いますが、まず一つの描き方としてよかったら試してみてください。さて、再び元のデザインを進めていきます。今度は石ブロックの継ぎ目の部分を描いてみました。同様に階段の継ぎ目も描いていきますが、石ブロック部分は石を隙間なく並べているのに対し、階段部分は間に白っぽい目地があって少しくぼんでいるような表現にしていきます。全体シフトで画面をずらし、つなぎ目がうまくつながっているか確認をします。階段の角の頂点には明るい色でハイライトを入れ、飛び出ている様子を表現します。それから影の部分にももう少し暗い色を入れて形をくっきりさせます。この状態で眉毛座を貼って見てみるとこんな感じです。あまり細かく描かなくても最低限こんな陰影をつけてあげれば階段らしく見えてきます。ここからもう少し描写を加えて石っぽさをプラスしていきたいと思います。階段の上の面に少し暗い色味を重ねて表情をつけます。この時形がどうなっているかを考えて色をのせています。私は人が何度も歩くことで真ん中が少しくぼんでいる石の形をイメージしたので、色味を中央に集めて重ねてみました。少し黄色っぽいベージュで色の境界線をなじませます。少しずつ塗る面積を減らして上に濃い色を重ねていきます。規則正しい形で塗ってしまうと自然な感じが薄れて石っぽいというよりは人工素材っぽくなりそうなので、少しランダムな感じにするといいかなと思います。すぐ上の石ブロックの影を濃い色で描き込むと、このデザインの段差の位置関係がはっきりしてきます。
そして影の中に鮮やかさの少し高い色や黄緑っぽい色を混ぜることで深みを出していきます。目地の部分は石よりも白っぽい印象にしたいので、使うグラデーションのトーンも少し明るくしていきます。ある程度色がついたら2段目も同じ要領で色を重ねます。ただ2段目は手前にせり出した位置にあることを表現したいので、少し色を重ねる範囲を大きくして描いています。近くにあるものを濃く描いて、奥にあるものを薄く描くことで奥行きを表現しているつもりです。先ほどよりリアルな感じがしてきました。今度は段差の影の部分に色を重ねていきます。下に行くほど暗くなるように影をつけていきます。一番下に使ったこの色は今回のカラーパレットの中で一番暗い色です。1マス分ずつグラデーションにしていくのですが、ただの直線だとちょっと綺麗すぎるので、少しラインを乱して自然な凹凸がうっすらあることを表現しています。2段目の影は1段目よりももう少し暗くなるようにグラデーションの色味を調整しています。こうすると2段目がより手前にせり出しているように見えるかなと思います。特にハイライトのすぐ下に暗い色を入れてあげると、コントラストがはっきりして角が強調されます。上の面にもハイライトの際に少し濃い色を足して角を強調しておきました。ここまで来ると階段の段差がかなりリアルになってきました。次は上の石ブロックの部分に色をつけていきたいと思います。まずはブロックとブロックの接触部分を明るめの色でなじませていきます。中央に行くにつれ線が目立たなくなるようにぼかします。こうするとブロックとブロックがぴったりと隙間なく接しているように見えるかなと思います。このブロック部分は階段の一番上に位置していて、光を遮るものがない状態なので、奥側ほど明るい色味にしていきます。ブロックの厚さの影も少し黒すぎたので、明るく微調整をしました。全体に色がついてきたので、最後に石が欠けた部分の凹凸を描き込みます。特に階段の上の面は光が当たっているのでへこみを表現しやすいです。描きたい部分より暗めの色でドットを打ち、そのすぐ隣に明るめの色でドットを打ちます。打つ点の数を変えることでへこみの大きさを調整します。さらに使う色味のコントラストが強いと深いへこみになり、コントラストが弱いと浅いへこみになります。すべて同じトーンでへこみを描くと違和感があるので、全体のバランスを見ながら調子を変えて描き込みます。こんな形で石の階段が出来上がりました。
今回は白っぽいベージュがかった石に合わせた色味でデザインを作りましたが、使う色を変えるとまた違った印象になります。一緒に使う島クリエイターの道や他のマイデザインに合わせて自分で色味を微調整して階段を複数作っておくと使いやすいかなと思います。明るめのグレートーンの階段はこんな感じのカラーパレットです。鮮やかさを低めにすることで明るいグレーの色味を作りました。少し暗いトーンのグレーの階段はこんな感じのカラーパレットになっています。暗い影の部分の色にブルーの色味を使って作っています。よかったら色作りの参考にしてみてください。次は石のプレートのデザインです。こちらはエンボスタイプで中央が出っ張っているデザインになります。石のプレートで使用したカラーパレットはこちらです。ほとんど石の階段と同じ色味で、色合いの違う明るめの中間色を少し増やしています。また基本となる色で塗りつぶし、簡単に影をつけてざっくりした形を描きます。エンボスの出っ張っている四角の部分が明るくなるように周囲に色を重ねていきます。プレートの段差の影の部分も階段の時と同じような要領で影をつけていきます。形と影の描写ができました。まだのっぺりしていて素材が何かわからない感じですが、ここから上の面に色をのせて石っぽさを出していきます。今回石のデザインを作る上でイメージした素材は彫刻などに使われている古い大理石のような石です。あまりツヤツヤした光沢はなく、ザラッとした質感にしたいと思います。形を整えた白っぽい石やタイルは縁よりも中心にかけて色が少し濃くなっている印象があります。1マス分ぐらいの余白を残してその内側に色を重ねていきます。徐々に暗くしていくというよりは、近い明るさの質の違う色をまばらにのせることでざらついた質感や複雑な石の色を表現しているつもりです。大きめのドットで色をのせてから小さいドットに切り替えてなじませていきます。大体ですが、端の方にオレンジや赤っぽい少し濃い色、その内側に緑がかった色を配置すると自然な感じになるかなと思います。実際に地面に貼り付けて自然光の下で見ながら色味がうまくばらけているか確認をしていきます。
このプレートも階段の時のようにへこみや傷を作ってあげるとよりリアリティが出るかなと思います。石のプレートのデザインが出来上がりました。ここまで見てくださりありがとうございました。簡単にですが私なりの描き方をご紹介させていただきました。人それぞれいろいろ描き方があるかと思います。その中で一つの描き方として何か参考になりましたら幸いです。また他のデザインのメイキングが見たいなどありましたらぜひコメントしてみてください。そして今回の動画の内容やマイデザインを少しでも気に入っていただけましたらチャンネル登録やいいねボタンを押していただけますととっても嬉しいです。今後の制作の励みになりますのでぜひお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。